おはようございます。今日のルームウェアは韓国のブランドのジュニジュのルームウェアです。9点に公式のショップがあるのでそこで買いました。すごく着やすくておすすめです。今日のヨーグルトはこちらです。いつも食べてるグラノーラです。この間なくなったので買ってきました。バナナにシナモンをちょっと振ると美味しいので、シナモンもちょっとかけます。最後に蜂蜜です。マイバスケットで買ったこちらの蜂蜜をよく使ってます。いただきます。デスクに座る前にいつもこうして飲み物を作っています。今日は簡単に作れるカフェオレにします。おすすめの牛乳、先に牛乳を入れて氷に当てるような感じでコーヒーを注ぐと綺麗な2層になるのでおすすめです。なんか2層になるだけでおしゃれな、なんかいい感じになります。コーヒーは今回はこちらのボス無糖にしました。もうちょっと牛乳多くてもよかったか。まあいいか。あとこれ最近よく使ってるラッシュのレモンの指先っていうネイルクリームです。ネイルクリームなんですけど、手全体になじませてハンドクリームみたいにもなります。なんかこうやって指のネイルのところにつけてこうやってなじませてます。ベタベタもしないし、結構ずっと潤ってる感じで、爪も地爪だけど綺麗に見える気がします。で今からちょっとノーションでやりたいことを整理した後に少しだけ細かいタスクなんかをして出かける準備をしてカフェで勉強しようと思います。
昨日からやっと確定申告の作業を始めて、昨日はレシートとかを整理して、今日は会計ソフトを使ってちょっとだけその帳簿の作業をしようと思ってるんですけど、なんかやり始めたら早いのにやるまですごい気が重いのってなんか不思議だなっていつも思ってて、なんかそういう時は他のちょっと大変だなって思うタスクとかものタイマーで3分とか5分とか設定して思い切ってやるようにしてます。これがすごい効果的で個人的にもおすすめです。3分5分とかだけならちょっと頑張れる感じがして、5分だけやろうってなると絶対30分とかは結局行くことが多いので、ちょっとだけタイマーでちょっとだけやる作戦はすごくおすすめです。今日のやりたいことリストはこんな感じです。意外とメールの返信とかも終わってるし、細かいタスクがそんなになさそうなので出かける準備を早速してきます。今日はその近所のカフェに行くだけなので、ファンデーションとかを塗らずに日焼け止めと眉毛とだけかな、だけ、あとマスカラもちょっとしていきます。これおすすめの日焼け止めです。 SPF35 なので日常的にも使いやすい感じで最近これをずっと使っています。眉毛は無印のアイブロウを使っています。ダークブラウン、描きやすくておすすめです。ロム&の眉マスカラを使います。私はパーソナルカラーがイエベ春で、その次にブルーで夏と言われたことがあって、基本そのイエベ春らしいので目も茶色かったりするし、なるべく柔らかい色味のメイクとかファッションをするようにしています。自分的にもそっちの方が好きなので、それは良かったかなって感じで。涙袋の影を作ってるのがケイトのダブルラインエキスパートというものを使ってます。これもやっぱこう、マスカラはベジャブのマスカラ、ボリュームタイプのものだと思います。これをずっと使ってます。最後にホットカーラーでまつげを上げます。これ多分高校生くらいから使ってて、なんだかんだずっと使えてるので使ってます。できました。髪の毛をセットしていきます。髪を巻いてきました。この間ユニクロで服を買ったんですけど、今日はこれを着ていきたいので今から開けます。
スウェットワイドパンツという商品を買いました。着心地も良くてすごくいい感じです。私身長が168センチぐらいなんですが、 M サイズでちょうど良かったかも。これはブック型の小物入れです。かわいい。めちゃくちゃかわいいです。結構ね、細々としたものがところどころに散らばってしまっているので、これに入れて収納しようと思います。こちらはバターが書かれているデザインです。かわいい。こちらは蜂のカバーです。なんかかわいい。うちフェイクグリーンを置いているので、それのカバーにつけようと思って買いました。これ後でつけます。リボンがついててすごくかわいい。今日のお洋服はこんな感じです。トップスはグレールで買いました。下にニットのキャミソール着て、これがセットになってます。可愛いけどちょっと短い。まあいいか。気楽な感じで行ってきます。靴下はナイキです。今日のバッグはこちらにします。持っていくものは韓国語の勉強をしたいので、まず iPad 持っていきます。普段持ち運びには iPad mini、 こちらをよく持ち歩いているんですけど、今日は過去問を解いていきたくて、過去問の PDF を iPad に取り込んで2画面で勉強するので、こちらの13インチの iPad Air の方を持っていきます。もともとね、この2画面で勉強に活用したいなというのもあって、前11インチを使ってたのから13インチにしました。パソコンはそんなに使わないかもだけど、一応持っていきましょう。こちらの韓国のブランドのクラムのパソコンケースに入れていきます。あと持っていくものは充電器、鏡、ポーチ、目薬も入れました。持ち運び用のハンドクリームと、一応お財布とスマホスタンドも太のです。撮影もするので持っていきます。この2つ持ち運ぶと結構重いんですけど、まあそんな遠くでもないので持っていっちゃいます。この間ね、バッグの中身を整理するためにバッグインバッグっていうのを注文しました。まだ届いてないので、もし届いたら YouTube でも紹介しようと思います。バッグインバッグがあったら中がごちゃごちゃにならなくていいかなと思って、でもう一回これを塗ってからいきましょう。
1時50分ぐらいです。あとアップルの有線イヤホンも忘れずに持っていきます。行ってきます。この後家に帰ったら少し韓国語でお話ししてみようと思います。안녕하세요. 저는 르카라고 합니다. 제 영상을 항상 봐주시는 분들 정말 감사합니다. 이번에는 조금 한국어로 말해보려고 합니다. 저는 방금 스타벅스에서 한국어 공부를 하고 왔습니다. 저는 서울에 토픽이 시험이 있어서 공부하고 있는데요. 아직 모르는
단어와 방법이 문법이 많이 있어서 힘들지만 재미있게 공부하고 매일 열심히 하고 있습니다. 저는 평소에는 공부하는 걸 촬영하고 있는데 언젠가 대화도 잘 할 수 있게 되고 싶어서 가끔 이렇게 말하는 연습을 하고 싶어요. 틀린 부분이 있으면 죄송합니다. 따뜻하게 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 그리고 방금 화장품을 사고 왔습니다. 또アイライン、マスカラってなんていうの？マスカラ、韓国語。マスカラ。アイライン하고 마스카라 사왔습니다. 저는 블랙 컬러보다 브라운 컬러를 좋아해서 브라운 아이라이너 브라운 컬러 동일하게 좋아서 선택했어요. せっかく韓国語を勉強しているので時々こうやって話す練習もしていきたいと思います。まだ上手に話すのは難しいですが温かく見守ってください。はい、というわけで買ったものは今お見せしたような D アップシリーズが私は結構好きで、もうアイライナーとかもずっと使ってたので買ってきました。アイライナーミルクカプチーノっていうカラー可愛くてこちらにしました。いつもリキッドアイライナーだけなんですけどペンシルもあった方がいいかなと思ってこちらもシナモンブラウンっていうカラーのクリームペンシル買いました。あとマスカラもいつもデジャブのマスカラを使ってるんですがこれもなんかいいと聞いたことがあったのでこちらにしました。お湯でオフできるタイプが好きです。あとはタバカントップコート、あとはケイトのさっきお見せしたダブルラインエキスパート、これもだいぶなくなってたので新しく買いました。あとヘアゴムいつもどっか行っちゃってどんどん少なくなるっていう現象があります。急にちょっとやらなきゃいけないことができたのでご飯食べようと思ったんですけど一旦時間かかりそうなのでこれを食べます。あともう少しで仕事が終わります。仕事について時々聞いていただくことがあるんですけど最近の私の仕事は今やってたのがインスタの PR の投稿、商品とかサービスを私の投稿で紹介したり、あとは広告の素材としてその私のアカウントで投稿するんじゃなくて広告として使う用の動画編集もしたりしてます。あとは韓国雑貨のショップとか以前書いた書籍3冊出しているんですけどその収入が入ってきたりもしています。本当に私の場合はいろんなことをしていてそれはいろんなことをするのが好きだからっていうこともあるしリスクの分散としてフリーランスで一人で仕事をしているので
そのいろんな収入源を作ろうと思っています。今紹介した仕事が多いんですけど、常に勉強したりとか新しいスキルとかを習得していく必要があると思うので、密かにちょっと勉強していることもあったりします。今度それについても紹介します。最近は暇があればジャルジャルの YouTube を見てます。ちくわを使います。元気があるときはこうやって自炊をします。砂糖を入れます。いただきます。ごちそうさまでした。アイスとチョコを買ってきました。美味しそう。たけのこの里食べます。お風呂に入ってきました。T シャツは米津玄師さんのライブに行った時に買いました。結構ボロボロになってきたんだけど大丈夫かな。今から YouTube とかのコメントの返信とかメールをちょっとチェックします。請求書を作ったりとか。コメントの返信が終わったので韓国語の勉強をして寝ようと思います。お昼にスタバでやっていた過去問のトピックの過去問の続きをやっていきます。本当に iPad を13インチにして結構重くて11インチの方が良かったかなって前に思ったんですけど、こうやって勉強してみるとすごい使いやすいです。右側に過去問の PDF を GoodNote というアプリに読み込んで、左側にその解説とかのサイトを開いてます。さっきカフェで紹介できなかったんですけど、トリリンガルのトミさんっていう方が、韓国語を勉強してる方は知ってる方も多いかもしれないんですが、すごいトピックの問題と解説も載せてくださっ
てるし、このオンラインで解くこともできて、こうなんかチェック入れてって、だから本当に PDF 読み込まなくてもこのオンライン上で解けるっていうのがあります。私は PDF 読み込んでいろいろ書き込みたいので、問題を GoodNote の方に取り込んでるんですが、解説については解かないでオンラインとこう採点するってやると、こんな感じでなんか出ていきます、解説が。もしここ答えてたら自分の答えが出てきて、私は入れてないのでこうやって出てきます。で、日本語訳もあるし、選択肢の訳も書いてあるし、なんかもう全部解説してくださってて、本当にトミさんのサイトはトピック受ける方だったらぜひ活用してください。というわけで、今読解の私は過去問の復習をしています。もう途中から本当に単語が、全然わかんない単語がいっぱい出てきて辛いです。今は読解の問題を解いているんですけど、できるだけ余裕があればっていう感じで、問題文とか選択肢を声に出すこともあります。例えばこの問題だったら、점자 표기의 위치, 방식 등이 제조사나 제품별로 달라 시각장애인들이 불편과 혼란을 겪고 있다。例えばこの混乱っていうところで発音不安だなと思ったら調べます。こうやって声に出して読んでると自分が分かってない発音とかが分かるのでおすすめです。시각장애인을 위한 정보가 여러 제품에、こんな感じでもうちょっと勉強したら寝ます。最後まで見てくださってありがとうございました。おやすみなさい。